はい、どうも、ジャルです。ちょっとね、今日は配信、伸び伸びになってしまいましたが、7周年イベントが始まったということで、いつもと違ってね、突発になりますが、配信をやっていこうと思います。はい、7周年イベントをね、ナポレオンイベントと、ナポレオンコラボと一緒に始まりましたということで、もうねなんかね、めちゃくちゃイベントが来ていて、まあ、わかりづらいと。っていうか、見てたけど、まだわかんないものがありますというところなので、まあ、この配信の中でね、ちょっとイベントの内容を確認しつつ、あと皆さんからね、いただいたコメントで、情報整理できたらいいのかなと思っています。はい、ということでね、いつも通り、通常の、エボニーのプレイもしながらね、やっていきますので、よろしくお願いしますと。で、アーカイブをね、見てくださる方もいると思うんです。なので、アーカイブをね、見てる方用に、できればね、できなかったらごめんなさい。できたら、そう、一番最後にね、じゃあ、イベント、今回のイベントは何をすればいいんだみたいなのをね、最後にまとめられたらいいなと思っています。まあ、ただね、基本的に私、無課金プレイヤーなので、無課金目線になってしまうので、そこだけはご了承くださいということで。はい、まずはね、順番にいろいろ見ていこうかなと思います。あひかさん、コンジャルはさっき4号話で帰ってきたところで、マジで何もわからないのでめっちゃ助かります。どうもどうもお疲れ様です。こんな遅くまで。はい、そう、多分ね、そういう方もいらっしゃると思うし、てか私自身もあんまり分かってないところがあるのでね、はい、ぜひ、見ていきましょう。で、じゃあ、早速なんですけれども、はい、このイベントセンターのね、ところに、この一番、上から2番目、ナポレオンの伝説っていうね、ところがあります。これがね、今回のだからね、7周年間がないんですよね。なんでなんだろう。7周年イベントプラスナポレオンイベントのはずなんですけど、もうなんかもうとりあえずナポレオンご利用しですということで、あ、ムービーないんだ。はい、スマホだったらね、まあ、起動した時にムービー流れたかなと思うんですけど、なんか、あれですね。PC 版はないですね。あの、スマホ版だったらね、この左下にムービーみたいなのがあって、いつでも見れるようになってるんですけれども、はい、なんかPC 版はないようです。さて、これ画面が多分見づらいですよね。別のね、画面をね、用意してみたんで、ちょっと待ってくださいね。うまく動くかどうかわからんすけど、ちょっと、ちょっとお待ちください。画面を切り替えてみます。イベントセンターを開いて、イベントセンターにね、ちょっとフォーカスをしてみていこうかなと思います。ということで、こっちでいけるかなあ、いけたいけた。はい、ちょっとね、画面を切り替えて、イベントセンターが、より見えるような感じでね、ちょっと、画面配置を変えてみました。はい。で、なんかね、時間あれば、なんか、やっつけでパワポにいろいろまとめようかなと思ったんですけど、全然できませんでした。はい、まあいいや。まずは、このナポレオンの伝説のところを見ていきます。で、いくつかね、あるんですけれども、このナポレオンの生徒みたいなイベントですね。はい、これが、モンスター討伐で、多分この期間中ですね、11日イベント期間、いつも通りあるんですけれども、この11日の期間中、このね、キャノンみたいな、なんだっけな、ナポレオンキャノンであってたっけな。ナポレオン砲だ、ナポレオン砲。ウケる、ナポレオン砲。ナポレオン砲っていうのが手に入りますと。で、これね、モンスター討伐で手に入る。モンスター討伐とか資源採取で手に入るので、もう100個ね、もう大体の人集まってるかなと思います。あ、たあみさん、こんにちは。コメントありがとうございます。はい、ということで、まあ、このね、キャノン砲が集まったら、なんかここでね、
この王冠マークのところのプラスマークで、ナポレオン砲貢献っていうのがね、できるようですと。で、これ多分2段階やって、この全サーバーの貢献数、これ全サーバーの貢献数ってさ、なんでしょうね。全世界なのか世界なのかみたいなところがあるんですけど、自分のサーバーなのか、それとも他のサーバーひっくるめて全体なのか。まあでもね、これきっと、でもうちのサーバーで3000人いたとして、3000人かける100でも30万とかでしょ。うん、なんか、これサーバー全体の気がしますね。今までの、コラボイベントとか、なんかストーリーイベントも、全体のサーバーでストーリーをいくつ読みましたみたいなのあったじゃないですか。あれに近い感じかなと思うんですよね。ということで、これね、全部の、サーバーの、全体で、この貢献をね、100ちゃんとやった人の数をカウントしてそうですと。まあ、このナポレオン法の貢献数をやってそうですね。ボーイチさん、こんちゃるは、コメントありがとうございます。ということで、やっていきましょう。これを最大、私、ナポレオン法をね、私が取れる分100個もう全部取ったんで、使用ってやります。はい、グイーンと伸びました。はい、もうナポレオン法所有してません。なんか王冠を1個ゲットしただけかな。で、このナポレオンの生徒っていうのがあるんですけど、これね、多分リワード見れないんですけど、今までのストーリーイベントと一緒だと思います。ストーリーを読んだ人の数が増えるだけリワードが増えるみたいな。多分ね、ナポレオンの、まあ、戦争の系譜になんかもしかしたら合ってるんですかね、このルートがね。10M 達成、何 M や 20M 達成、30M 達成、40M 達成、50M 達成、60M 達成、70M 達成っていうことで、70M ポイントが貯まると、ここの一番最後の、リワードまでもらえるみたいな仕組みになってるんだと思います。まだね、10M にさえ行ってない、2.7M。なので、なかなか進んでないですね。多分、大した、あれじゃないので、皆さん、どんどんこのね、王冠をプラス100にしてってほしいなって感じがします。で、この引き返すとは、ここのね、引き返すとは分かりづらいんですけど、ここのナポレオンの伝説のこの一番上のやつと一緒ですね。一番上のナポレオンの伝説、ナポレオンの秘蔵か。ナポレオンの秘蔵ってクリックするとさっきと同じ場所に行き着きます。で、ここが、いつもの、いろいろ、日々のエボニープレイをすると、この功績ポイントっていうのがもらえますと。はい。この功績ポイントが、どんどん貯めていくと、こうやって今、宝箱、私今光ってる、ゲージが増えて光ってると思うんですけど、この辺のね、アイテムがどんどんもらえますと。で、このスムースボアってやつはね、あれですね、いつもの、装飾のやつですね。キングコングが出たりだとか、雨降らしたりだとか、それ系のやつです。はい。で、ジェムとかももらえますと。はい。で、この、伝世エピック歴史の名称機械書のかけら、これがね、これが重要ですね、今回。なんかちょっと切れちゃってるな。よろしくないな。はい。まあ、これ、30個集めると、一つのね、伝世エピック歴史の名称の控え書っていうのに、まあ、変換できますと。そうすると、酒場行って入手できない一部のエピック歴史の名称をランダムで1名獲得できますということで、まあ、これをね、集めていきましょうってイベントなのかなっていう感じがしてますね、今回は。はい、10個ゲット。相手賢者の石ゲットということで、このポイントなんですけど、これまでのイベントの肌感覚的に、無課金でも20万ポイントまではね、狙えると思いますので、皆さん20万ポイントを狙って頑張っていきましょうと。はい、いろんなものがあるんですけど、プレミアムドラゴンコイン1つ消耗とかもね、あるんで、はい、今回ってね、超お得な育成が来てるので、こういうの達成しやすいのかなと思いますと。あとはね、前も、ちょっと私話をしたかなと思うんですけど、この秘宝ボックス1個消耗ってやつですね。
このね、45ポイントとかね、これがね、あるから私、アイテム貯めてたんですよね。あれ、これアイテムも同じゲージのままいけるかな。ちょっと、同じゾーンでいける？あ、同じゾーンでいけるわ。よし。はい、私、秘宝ボックス、実は何回か開けたんですけど、ちょっと貯めてて、はい、3555。大体ね、こういうなんか大型イベントの時は、この秘宝ボックスを開けた分だけポイントみたいなやつが出るんですよ。で、もう一つ、似たようなやつで、宝蔵の巻の宝箱を消耗ってあるんですけど、こっちは明確にアップグレードで使わないと、その消耗扱いにならないんですよ。でも、こいつは、開くで開けると消耗扱いになります。ということで、一気にポイント増えるんで、それちょっと見てもらえばいいかな。はい、今ね、私、2425ポイントなんですけど、貯めていた、いた。秘宝ボックス、これを最大ガーンって開けますと。おー、結構手に入ったわーい。はい。で、これでね、見に行くと、さっき2400とかだったんですけど、はい、一気に16万2400っていうね、はい、ポイント太りましたね。はい、このイベント、大体、どんぐらいだろうな、なんかね、4ヶ月に1回ぐらいは来る気がするんですよね。ということで、すぐにアップグレードね、する予定がない方は、秘宝ボックスね、貯めとくのをおすすめです。ということでね、簡単に、私は、達成しました。お、20個ゲット。ほい。お、30個ゲットできた。後でやってみましょう。はい、ということで、無課金であればね、今、私はこんな、傾向をしてたから、チートみたいなことをしましたけど、そうじゃなくてもね、皆さん多分やれると思うので、20万ポイントはね、いけると思います。本当に、やばそうな滝は、これね、レベル10および以上のボスを1体飛ばすっていうのはね、あるので、ボスをひたすら買っていれば、20万はいけるかと思います。で、60万がね、すごくいい設定で、ギリギリ確かいかないんですよ。私、前も頑張ったんですけど、60万いかなかったんだよな。はい、今回ね、なるべく60万いけたらなと思いますが、なんか、すごい頑張ったところで、そんなにポイント手に入んないんで、いいもの手に入んないんで、150万とかね、絶対無理ですし、気にしなくていいかなと。なので、基本的には課金イベントです。ジェム1個購入だとかね。はい、基本的に、はい、なんかジェム購入、これがね、ガンガン効いてくるやつなので、はい、お金にね、余裕がある方は、このマックスまで行くと、この特別なね、アイコンがもらえます。某 H さん、城壁レベル32上げても1万9000だったのに16万。いや、そうなんですよ。秘宝ボックス、単価が高いの知ってたんですよ。前もそうだったんですよね。秘宝ボックスね、1個消耗高いんですよ。あ、吉部さん、コンジャルです。コメントありがとうございます。はい。秘宝ボックスはね、特に予定がなければこのイベントまでね、取っていくのをね、いつもお勧めしています。はい。ということで、このね、ポイントの話と、あとは、これまであったね、ログインイベントのやつですね。これ、これ、間違えた。これ。プレミアムログイン。プレミアムログインで金色のナポレオン金貨もらっていたと思いますと、これの引き換え場所がね、出てきましたね。それがこのナポレオンの秘蔵の引き換えストア、はい、ここに金色の。ナポレオンの、ログインね、やっていたら14個持ってると思いますし、あと活躍度、13個かな。で、活躍度でもらえるようになっています。はい。私、まだ145やってなかった。この180のところで1個もらえて、145のところでも3個もらえるので、期間中4個の11日で44個もらえるみたいな感じになってますね。あとしょうさんこんばんは。コメントありがとうございます。なので、通常通りね、145ポイントまで毎日活躍度達成しましょうねっていう話になっていますと。
なので、13たす44で、無課金でも57枚の金貨を、手に入れることができます。で、金貨は、いいアイテムと交換できるんですけど、はい、ありましたね、これね。はい、ピンクドラゴン、皆さん見ましたかね。龍門ファーゾルト。精霊の部屋でファーゾルトをアンロックするためのアイテムです。すでにアンロックした場合、該当するアイテムを使用すると、ドラゴンの源のかけらとヒロボックスなどのレアアイテムと入手できますみたいな感じになってますが、はい、これね、ナポレオン金貨、パッケージを購入して、たくさんナポレオン金貨を集めて、この龍門を交換して、ドラゴンを手に入れてねと。はい、去年と同じですね。去年の6周年イベントもこんな感じでした。はい、皆さんもう見ましたかね。はい、精霊の部屋のドラゴンでね、はい、今回ピンクのドラゴン出てます。6周年の時はね、こいつ、ジャワザールですね。これ6周年お祝いのイベント、兵糧コインを消費してみたいな話でしたけど、今回の、7周年イベントでは、龍門ファーゾルトということでね、はい、7周年お祝い他の特殊イベントに入手できますみたいになってますが、はい、7周年イベントでピンク色のドラゴンがね、出てきましたと。いうことで、これをゲットするためには、さっきのところで、頑張ってアイテムをゲットしなきゃいけないと。ナポレオン金貨を集めましょうっていうことになってますね。某 H さん、要するに課金しろってことですね、ファート。はい、そうです。課金ドラゴンです。はい、これはもうね、関係がないやつですね。はい、私には全く関係がない。デフォルトが強いんですよね。6周年の時、110K あったのに、ファーゾルト 130K なんですよね。で、効果がね、レイドに参加する際に騎兵の攻力プラス 12%、歩兵の HP10% ということで、今回ね、レイドに参加するっていうのをなんかフォーカスしてるみたいですね。はい、この手の話、もう一つえぐい話があるので、それはまた後でやります。ということで、この龍門を獲得、はい、するため、このピンクのドラゴンをアンロックするためには龍門を獲得する必要があり、龍門を獲得する方法としては、このナポレオンの秘蔵の引き換えストアのところで、金の、ナポレオン金貨を800枚集めて交換する必要がありますよと。はい。で、金貨を手に入れる方法はパッケージ購入ということで、はい。えぐいでございます。なんか、去年のを参考にすると、まあ大体ね、このドラゴンは7万円ぐらいかなと。7万円ぐらいっぽいなというところだと思ってます。はい。まあ他にもね、いいドラゴンをゲットした後に、まあさらにナポレオン金貨を手に入れて、まあこの辺のね、将軍もね、手に入れることができるようとはなってますが、まあ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 、課金する方はドラゴンを手に入れるんじゃないかなと。逆に言うと、ね、6周年イベントの時みたいにしばらく取れないみたいになっちゃうので、はい、なかなかね、ピンク色のドラゴン、人気みたいなので、はい、方法はここから獲得できますということですと。で、あとはね、いつもね、そう、金と銀があるんですけど、この銀の方は、これはね、この11日間のイベント期間中に、資源採集とかモンスター討伐で、全体で150と850、合計1000ですね。これもいつもと同じ感じですね。あ、本能寺さん、こんばんは。コメントありがとうございます。はい、この銀のコインはね、1000個、期間中に集められるようになってますということで、金ゾーンをね、抜けたら、ナポレオン銀貨ゾーンがあります。はい。ちなみに、無課金でも44個は手に入るので、まあ、いつも通りね、結構レアな素材が選択できるようになっています。今、自分が、足りないものっていうのを選んでいただくのがいいかなという感じですね。はい。私は、今回は、充血か、宝石か、この辺をね、取ろうかなってちょっと悩んでますね。1日に取れる回数がかなり絞られているので、この辺がね、ちょっと今欲しいんですよね。
はい、続いて、そう、銀コインのところですね。銀コインは、はい、みんな大好きラムネがもらえますね。ラムネはね、いくつあっても困らないんで、もう私は速攻交換しよう。はい、ラムネはね、今回のイベントでも重要になってくるところではあるので、はい、ラムネも交換しちゃった。ラムネは常にマックス欲しい。本能寺さん、こんばんは。この時間に配信目指すピラミッドは結局ラリーなのか単独なのか、どちらがより多くのスコアを得られるのでしょうか。より多く得られるのは、単独なんですけれども、方法次第ではラリーでも得ができます、多分。はい。まあ、その辺もね、ちょっとまた、後でやっていこうかなと思います。はい。で、スムースボアですね。これいつも通り、この、なんか最近流行りの単発アイテムをね、交換させてこようとするやつがあるんですけど、ここで、一番重要なのは、これとこれですね。はい、この天性エピック歴史の名称のかけら、これがね、15%で、さっきのかけらのやつですね、30個集めると、エピック歴史の名称交換できるよっていうやつ、これのね、が1個しか手に入んないんですけど、15%の確率で手に入りますということで、ただね、これ5回しかやれないのに15%なんで、正直、1個手に入るかどうかみたいな、そういうね、話だとは思うので、っていう感じですね。ポイントの残り次第だと思います。で、一番重要なのはこいつですね。あ、なんかこれ私スライド作った気がする。これだ。はい。そう、20万ポイントをね、目指そうっていうのと合わせて、この太鼓みたいなやつ、この太鼓みたいなやつね、これ分かりづらいんですけど、使用すると自分の人の近くにボスモンスター、対仏連合軍を召喚できますってなってますと。で、これ何かっていうと、ここにね、このナポレオンの伝説イベントの右下に実はあるんですよ。突破対フランス大同盟とかいうのがね。これ要は昔のバジリスクイベントみたいなやつのようです。これで伝わりますかね。バジリスクの、イベントと、同じく、このアイテムを使うと、なんか専用のね、モンスターが出てきますと。で、それを倒すと、こういったね、リワードが手に入るよっていうもののようです。はい。このスムースボアがね、手に入ったりとか、はい、しますんで。はい。ということで、なんかね、専用のやつが出るみたいですね。で、バジリスクイベントの時ね、私のサーバーでは、なんだっけ、自由特性のやつがなかったんですよ。で、今回も、他のサーバーでは、この対フランス大同盟の、イベントに付随して、もうちょっと、なんか、いいアイテムがもらいたいというのがね、あるかもしれません。残念ながらね、うちのサーバーはなんか多分特になさそうなので、バジリスクイベントの時と同様になんか別にそんなに美味しくないイベントなんじゃないかな、みたいに思っています。はい。ということで、この銀のコインは期間中1000個ゲットできますので、もしかしたらこれ1000個で、そんなことないよな。100×55 でもこれだけで、この2つだけで1000個全部なくなっちゃうんで、うまいことね、欲しいものをゲット、欲しいものを、厳選して選んでもらえたらなと思いますという感じですね。はい。で、あとは、さっきのナポレオンの砲台のやつで、王冠1個ゲットできてたんですけど、この王冠ね、1個で、この辺のアイテム4種類ですね、交換ができます。この3日間の、城の飾りか、この宝石、金枝、このレアアイテムがゲットできる宝箱か、将軍を引くことができるかもしれないチャレンジ権をもらうか、はい、あとは、歴史遺産で使用すると確率で、はい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 、なんだ、これ、あつ森のやつかと思ったけど違いますね。はい、
多分、アイテムがもらえるだけです。特殊なアイテムボックスです。はい、これもね、15% のかけら、可能、運次第で、この名称引換書のかけらがもらえるみたいなんですけど、ちょっと正直期待値が低いかなという感じですかね。はい。どうせならこっち選ぶ、この勲章を選ぶのがね、いいのかなと思います。某 H さん、ピラミッドレベル5、強すぎました。うちの最強の君主が T14 兵士240万動員しても負けました。え、そうなんだ。あれ、うちのサーバーで結構クリアしてる人、めっちゃ傷つくけどクリアしてる話が、結構聞いたので、ピラミッドレベル時代、ピラミッド時代なのかな。ピラミッドももしかしたら種類によって強さがあるのかもしれないな。なんと。はい。ということで、とりあえず、そう、次のね、このエジプトへの遠征、せっかくなんでこの話に行こうと思います。これ、まあ、過去の、ピラミッドとはちょっと違いますね。どちらかっていうと、蛮族に近いイベントになっています。はい。すぐね、攻略されちゃうんで、ちょっとだけスクショ撮ったんですけど、あの、この、このスクショの通りですね、レベル5のポイント6.3だっけ ?6.4M だった気がする。まあまあまあ、いいや。このマップ上にこの要塞ピラミッドっていう、形ピラミッドなんですけど、ほぼバーブです。この、要塞ピラミッドっていうのがマップに出てきますと、ちょっと探そう。誰か座標共有してたりしないかな。あ、今はないか。今はないな。ないな。さっきね、レードをね、してくれてる人がいたんですけれども、見つかるだろうか。まあ、後でやろう。やめよう。はい、はい、このね、エジプトの遠征は、10日間のイベントになっていて、全部でね、レベル1からレベル5までのピラミッドが出ますと。で、レベル4は戦力 82.4M ってなってて大したことないんですけど、レベル 5? 一番強いレベル5のピラミッドが、戦力280とか240とかは忘れちゃいましたけど、まあ、とりあえずね、ですね、宝探しイベントの盗賊レベル10相当の強さなんですよ。もしくはもうちょっと強いぐらいですね。あ、やっぱ 289M、そうですよね。あつきみさん、おい、そちらる様です。先生、よろしくお願いします。コメントありがとうございます。はい、私もね、イベントを見ながらなんですけれども、よろしくお願いします。はい、ピラミッドももしかしたら、ちょっとだけ増減するのかな、バーブみたいに。バーブも同じレベル5とかレベル4でも強さの種類があったりするじゃないですか。もしかしたら振れ幅あるのかもしれないんですけれども、まあ、レベル4はおよそ4M ポイント、レベル5は 6M ポイント手に入るような感じになっていて、スコア的にはね、バーブとかピラミッドと一緒なんですよ。5億ポイントで、全部のリワードがもらえますっていうやつでして、これ全体でね、およそ19万ジェム、もらえる感じになっていて、報酬的にはおいしいんですけど、ちょっとね、厳しいところがありますと。先にリワードだけいくと、君主ランキングリワードがですね、永続、ピラミッドのお城がもらえるらしいですね。はい。これなかなかね、永続ということで、なかなか良さそうではあるんですけれども、5位までではなくて3位までになってます。はい、結構厳しいですね。ただ、ナポレオン金貨をもらえるので、これはね、狙っていく人がね、多いんじゃないかなと予想されますね。熾烈な戦いが、予想されます。で、これ重要なのが同盟ランキングリワードですね。なんと、1位の同盟には、要塞ピラミッド14日間分
が配られ、さらに、かけら実践宝箱。これ嬉しいですね。文明装備の、かけら、配られます。ナポレオン金貨も配られるし、ということで、これね、素晴らしいです。はい。1位、目指したくなっちゃいますね、これはね。はい。目指したくなっちゃうって言っても、なかなかね、全員で頑張んないと難しいんですけれども。はい。まあ、こんな感じで、非常に、1位だけね、要塞ピラミッド15巻分全員に配られるというすごいことになってます。でも、2位でも、このかけら実践宝箱がね、もらえる。あ、3位までもらえるじゃん。はい、優しい世界ですね。はい、こういうタイミングはね、仮想サーバーが有利ですよね。はい、仮想サーバーで一同盟にいる場合には確実にゲットできるっていうね、確約されてます。はい。うちみたいに戦国乱世などサーバーだと、これは熾烈な争いが予想されます。はい、ということで、このね、スコアなんですけれども、はい、私がね、今、8M のスコアを稼いでいて、今日の残りチャレンジ回数10回ってなってます。これね、どういうことかっていうのをこれから解説していこうと思います。まず、それをね、解説するためにはね、ピラミッド見つけた方がね、話が早いんだよな。ちょっと画面切り替えよう。ピラミッドか、せめて宝箱を探そう、宝箱。どっかないかな。あ、宝箱あんじゃん。はい。まず、ピラミッドは、攻撃して倒すんですけども、バーブと違って偵察とかがないんですよ。なので、もうね、勝つかどうかわかんないけど、とりあえず殴るっていうのをね、やんないといけないね。結構ね、えぐくて。で、基本基本的には、レイヤーは不要です。モンハンと同じような感じで、単純に激強の、うわー、レベル1か。はい、激強の騎兵できてね、戦えばいいと思うんですけど、はい、まあ、とりあえず見つけたので、確認だけしよう。はい、このね、レベル1の要塞ピラミッドということで、あ、レイドに参加したメンバー追加 70K ポイント獲得できます。これレベル5だったら 110K ポイント、あ、違う、レベル4かな？ 110K ポイントだった気がするから、これ、レベルによって違うんだな。違う、レベル4は 220K ポイントだったわ。うん。レイドに、そう、これをね、選択すると、攻撃1人で殴るっていうのと、先制、レイドですね。レイドの2パターンができて、偵察ができないんですよね。なので、基本的にはもうこれモンスターと似たような感じになってるんですけど、これモンスターと違って、モンスターだったらレイドなんですけど、この戦線って、戦争と同じじゃないですか。これね、PVP 扱いなんですよね。はい。だからバブル外れるんですよ、これ。これね、なかなかエグくて、バブル外れるっていうことは、SVS 中、ね、攻略しづらいっていうね、ことになるんですよね、これね。なかなかエグいルールにしてるんですけども。はい。まあ、基本的には、倒し方はモンスターと一緒です。強さは、まあ、おおよそ盗賊に似ています。で、ピラミッドを攻撃して壊すと、アイテムがね、ばらまかれます。で、ばらまかれてるとはい、ここね、私の味方が倒して、アイテムがね、散らばってます。この、珍品箱、軍備箱、物資箱。この3種類が出てくるんですけれども、物資箱は、私の感覚では取らなくていいです。で、珍品箱と軍備箱は、取っていきましょう。はい、これ珍品箱。軍備箱。この宝箱はレベル1からレベル3まで種類があるんですけれども、基本的に、レベルによる違いはこの一番右のアイテムですね。ここの資源箱がレベル2なのか、レベル1なのか、レベル3なのかが違うだけで、このパーセントも一緒です。3%、25%、25%。このパーセント変わらないんで、この資源が1か3かなんて、もう別に大した違いないんですよ。なので、当たりを引いたときに嬉しい、ね、プレミアムドラゴンコインとかめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。
ね、このライフボックスもめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。はい。なので、珍品箱ね、一番おすすめ。で、軍備箱も、アレースの地とか絶対嬉しいと思うので、あと、製造達人認定証もね、なかなか、ゲットできる機会がないので、すごくおすすめです。はい。もう、でね、物資箱はね、おすすめじゃないって言ったんですけど、なんか、当倍なんですよね。25%、25%、25%で、なんか資源箱が手に入るか、研究のスピードアップが手に入るか、100K ゴールドが手に入るか。レベル3は確か8時間スピードアップとかでちょっと良かったんですけど、とはいえですよ。1日50回しか宝箱取れないんで、こういう、なんていうか、どうでもいいのを狙うよりは、当たりを引いた時に嬉しいのを狙うのが、個人的にはおすすめです。っていうので、私はもう珍品箱とグミ箱、この2つしか狙ってないです。で、ちなみに、結構ですね、手に入ります。はい。今日2個ずつぐらい手に入った。違うな。プレミアムドラゴンイン1回で、製造達人伝承2回かなとかで、普通に手に入るんで、ね、自分を信じてやるといいですと。あとね、宝箱の飛来が失敗しましたって言って、なんかなんだろう、通常落ちてる宝箱って、空振りした時に減っちゃうんですけど、確か回数とかスタミナ。なんかね、帰ってくる優しい仕様になってますね。はい。今回のイベントだけなのか、変わったのかわからないですけれども、なんかこれ珍しいなと思って保存しちゃった。はい、で、ここで重要なのが、この宝箱を取るだけでもポイント手に入るんですよ。それがね、書いてあったはずなんですけど。10回しか挑戦できないしか書いてない。あ、書いてあんじゃん、書いてあんじゃん。はい、見づらいかな。よいしょ、こっちの方が画面大きく見える。はい、このね、ピラミッドを壊して出てくる宝箱をゲットするだけでも、この100系点の遠征ポイントを獲得できますということで、10万点手に入ります。なので、毎日ね、50回宝物をゲットできるじゃないですか。これ、必ず毎日50個ね、この宝箱をゲットしていく必要があります。それをするだけで、期間中ね、結構なポイントになりますんで。てか、これないとなかなか厳しいので、必ず、この宝箱をね、ゲットするようにしなきゃいけないし、逆に、今、ガルーダとかやってたりすると、なんかアイテムこうやって落ちるじゃないですか。このアイテムね、取ってちゃダメですね。はい、この、ガルーダとかを倒して出てくるアイテムはスルーしましょう。はい、貴重なね、宝箱を1日50回のやつをこれで消費している場合ではないので、しっかりこのね、珍品箱とかの、この宝箱を50個毎日集めるようにしましょうと。はい。もらえるアイテムも当たりが引いた時にね、めちゃくちゃ嬉しいんで。はい。で、私が、ポイント稼いだやつなんですけれども、これね、私自分で一回も殴ってないです。基本的に、バーブの攻略と同じ、蛮族の攻略と同じで、10回毎日チャレンジ回数っていうのがあって、自分で10回殴ることができます。で、負けた時は、これ回数消費しないです。これも蛮族と一緒ですね。で、私、宝箱以外にこのポイント増えてるの何かっていうと、ラリーに参加したから、ポイントが増えています。そのログあるっけな。あるある。はい。これなんか参加の仕方間違えたやつだ。これだ。はい。ラリーを設定すると、ラリーの参加者にポイントが手に入ります。で、バーブと違って、ラリーの参加者はチャレンジ回数減らないです。それどころか、チャレンジ回数0でもつまり参加ができます。はい。なので、もうレベル5を見つけたけど、もう自分で倒せませんとい
いう時には、ラリーを設定して倒してもらうっていうのもありといえばありです。はい。で、ただ、ただですね、これね、注意が必要で、均等割りじゃないんですよ。13人、この時ね、13人参加してたんですけれども、ラリーに、1体とかで参加してた方って全然ポイントもらえないんですよ。戦力割になっていて、どれほど、まあ、そのラリーに加わった戦力が大きかったかで、配分されます。はい、なので、ラリーで参加するときね、まあ、私これ、なんか全力で参加しちゃってたんですけど、まあ、まあ、ちょっとね、気持ち下げて、ラリーセッターの方がね、多くなるような配慮のしつつ、でもありがたく参加させてもらうってやると、ポイントをね、稼ぎやすいのかなと思いますと。はい、レベル5とかね、レベル5が、盗賊と同じ強さであれば、私もラムネを使えば、倒せるっちゃ倒せるんですけど、まあ、ラムネ相当使う計算なんですよ。はい、右下にね、ちょっと書いたんですけど、1日10回を10日間、で、あとは、1日50回の、宝箱の10系ポイントを10日間、プラスアルファでラリー参加分が、まあ、稼げるポイントかなってなっていて、ラリーを考えなければ、私はレベル5を1人で10回攻略しなきゃいけないし、違うな、25回攻略しなきゃいけなくて、で、それ以外はレベル4でも OK。当然宝箱は全取りで。っていう計算になったんですけど、でも SVS があるので、SVS って、日付またいでの3日間、土日月ってあって、まあ、土曜と月曜はね、ちょっと、猶予があるんですけど、日曜日って丸々1日やれないじゃないですか。だからこれ、9日間で多分計算した方がよくて、ちょっとね、500M ポイント、5億目指すの、ちょっとね、厳しそうなんですよね。で、ラリーが重要になりますと。はい。で、ここまで話したところで、勘のいい方はね、気づくかもしれないんですけど、宝探しイベントと同じですね。このゲーム。はい。サブアカ、サブアカ有利ゲーです。サブアカ持ってる勢が有利ゲーです。はい、これ、今日の配信で一番重要なポイントだと思います。はい、さっきの、本能寺さんのコメントに、結局、ラリーなのか単独なのか、どちらがより多くのスコアを得られるんでしょうかの、答え。基本は単独なんですけど、サブアカ持ってる場合は別にラリーでもたくさん稼げます。はい。何かというと、自分で、倒せるのであれば、普通に殴って10回攻撃しましょうと。で、チャレンジ回数なくなった後も、もしサブアカを持ってるんだったら、サブアカにラリーをセットして、サブアカでラリーをセットして、参加者を自分だけにして、2人で攻略するんですね。で、サブアカは、1とかにしとけば、自分の本アカだけでぶちのめせば、本アカだけほぼポイントもらえるんですよ。均等割じゃなくて戦力割なので、もちろんね、サブアカ側のこの参謀本部、の、レベルを上げとかなきゃいけないので、ラリーにね、参加できるようにしとかなきゃいけないんですけど、まあ、参謀本部の援軍容量はなんかそんなに、上げるの大変じゃないので、はい。もしね、同じサーバー内にサブアカを持ってる方は、サブアカでラリーをセットして、自分の本アカだけ参加して、2人で攻略して、ポイントをがっつり稼ぐっていう方法が多分可能です。ちょっとね、私は持ってないので、なんか、ラリーを設定してくれてる優しい世界。しかもレベル5だ。6.4M。やっぱ 6.4M じゃん。6.4M でした。ラリーを設定してくれてるなら、喜んで参加させてもらおう。
喜んで参加させてもらうけど、さすがに、あ、出た、容赦なく参加してる人がいて、もう5人でいっぱいになっちゃってる。はい。あ、違う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 。これ、私がいっぱい入れると、いっぱいになっちゃうから、なんか、謙虚にこのぐらいで。はい。まあ、こんな感じで、そう、ラリーを設定してくれる優しい方がいらっしゃったら、もうね、ぜひ参加させてもらえると、ポイントを稼げると思います。基本的にはソロ攻略おすすめなんですけど、サブアカで参加するのがいいです。で、せっかくラリーを作ってくれた方がいるのに、なんていうか、あんまり取りすぎると、それはそれで悪いじゃないですか。ラリーをね、かける方も自分のポイントを削いでやってるので。自分がね、レベル5は倒せませんと。レベル5を倒せないから一緒に倒してくださいだったらまあいいんですけど、そうじゃなくて、この人倒せるんですよね、多分ね。これは優しさラリーな気がします。はい、私は優しさに甘えます。が、はい、こういうパターンを、まあなんかうまくというか、しっかりね、悪くない範囲で参加させていただいて、クリアを目指すゲームなのかなって思っています。はい。めっちゃスルーしちゃったけど、そういえばナサニエルゲットしました。マジで最高です。本能寺さんですよね。サブアカなしだとラリー参加者も大量に兵出さないといけないし、負傷兵もかなり出てしまうので辛いですね。いや、そうなんですよ。ヒカさん、バブル外れないってコメント見たんですが、まだやってないから全然わからないですが、あ、そう、私もね、バブルが外れる、外れないよね、なんかいろいろ聞いたので、試そうと思って、わざとね、さっきバブルかけたんですよ。これね。なので、後で、ちょっとレベル4以上を見つけたら、あ、1.3M 消費してる。あ、戦いのリワードゲットしてる。わーい。あ、やっぱね、負傷するんで、あんまりそう出してもね、痛いので、なんか戦い方はね、難しいですけれども。ね、ラムネとかね、使うとね、多分余裕なんですけど。まあでもね、ラムネ使うのはあれなんで、やっぱね、レベル5の要塞はね、私は見つけたら基本的にラリー組んで、強い人に殴ってってお願いするだろうなって感じがしています。はい。まあでもこれもね、レベル5も競争なんですよね。基本的にはピラミッドとか蛮族と一緒で、競争になってくるので、見つけたらすぐ攻略しなきゃいけないんで、結構大変ですね。あ、本能寺さん、あと結局ラリーを出さないと誰もラリーを出さずに単独になるので、結局みんな高スコアを獲得できないから、ラリーしてるところを見せないとダメっぽいですよね。あ、そうです、そうです。はい、ラリーしても、チャレンジ回数は減らないよとか、どうせ倒せない、倒すことが難しいんだったら、ラリーしてみんなでやった方がお得だよっていうところをやっぱりやっていかないと。うちの同盟はね、率先して試してくださった方がいて、もうすでに、始まってすぐに、なんていうか、ゲームの、なんというか、集合値というか、いい効率的な攻略方法みたいなのがね、中で共有されたかなっていう感じがして素晴らしかったんですけれども、そう、これ一人で攻略ね、多分レベル5は特にかなり厳しいので、レベル5そんなホイホイ攻略できる感じじゃないので、レベル5はね、やっぱみんなで攻略して、はい、結局、この同盟スコアランキング、はい、これ同盟のランキングもかなり重要で、同盟ランキングを達成するためにはね、やっぱみんな参加してもらう必要があるんですよ。まあその意味では、やっぱね、多分サブアカを同盟に入れてる方も結構いると思うんですけど、サブアカもしっかり稼いで、このランキングに貢献してくれないとね、この一番上のやつ取れないんで、はい、サブアカもね、遊ばしちゃダメですね、今回のイベントはね。はい、これね、とても重要です。はい。で、はい、まあ、さっきのやつ私ちょっとポイントが少なめだったかな。まあでもありがたい限りです。はい、っていった形で、
まあ、基本的にはレベル4以下は、ソロで攻略がおすすめです。レベル5以上はラリーで攻略するのがいいのかなっていうのと、もしサブアカがお持ちの方ならば、まあ、サブアカがラリーセットして本アカで殴ると、すごく効率的に稼げそうな気がしていますっていうところです。で、後で検証しようと思いますけれども、もしね、要塞ピラミッドを殴るたびにバブルが外れるんだったら SVS 中は厳しいかなと。でもバブル外れないんだったら SVS 中にも稼げるんで、10日間ね、しっかりプレイできれば、4億ポイントは、まあ、頑張ればいけるでしょうと。まあ、頑張らなくても、それなりの努力でいけるでしょうと。レベル5はかなり頑張ればいけそうかな、みたいなね、そういう感じです。ただ少なくともラムネを使ってまで、やるものではないかなっていう感じは、ラムネをたくさん使ってまでやるのは厳しいかなと思うので、レベル5を見つけたら積極的にね、ラリーをセットして、私がラリーセットするんで、強い人一緒に殴ってってお願いするのがいいのかなと思ってます。私ね、ちょうどね、参謀本部上げてるタイミングだったんでね、ちょうどいいですね。この機会にね、参謀本部上げようって思いました。はい。で、ちなみに、ちょっとね、喋ったんですけど、宝探しイベントも結局サブアカイベントですっていう件ですね。これ、皆さんご存知ですかね。バグなのか、仕様が変わったのかわからないんですけど、今週の宝探しイベント、人の宝箱取れましたね。はい。これね、保存済みじゃない。この、あれ。もうだいぶ前だ。はい。違うな。違うな。この辺だ、これ。太古の宝の地図を使用して出てくる宝箱があったじゃないですか。はい、宝探しイベントでこの宝の地図使用して出てくる宝箱なんですけど、これ前まで自分が出した宝箱しか取れなかったんですけど、今回ね、人の取れましたね。はい、世界の端に放置されてる宝箱があって、もう残り30分とかだったのを私取ったりしてたんですけど、そう、取れたんですよ。取れたんですよ。はい。これね、なかなかえぐくて、他の人が出した宝箱取ります。で、もし、そこから盗賊が出たら自分のものになるんですよ。すごい仕様でしたね。はい。人の宝箱取って、盗賊を出してその盗賊を狩るということがね、できてしまうので、つまり、サブアカを持ってる方は、サブアカで宝箱を出し、本アカで回収するっていうね、プレインが実はできました。これが次回治ってるのか、そのままなのかどうかわからないんですけど、治んなかったら、今後もサブアカゲーミングだと思いますね。はい、宝探しイベントね、結構ね、えぐかったですね。すげえ画面切れてた、すいません。はい、私、サブアカないのと、その他、あんまり別に人を奪ったわけではないんですけれども、しっかりね、全部、宝の地図を回収して、あとね、レベル10の盗賊もラムネを使うと倒せることが分かったので、なんとかね、9位に滑り込むことができました。はい、あとちょっと、あとちょっとで、え次のリワードもらえたんですけど、ダメでしたね。もうこれね、めちゃくちゃ悔しくて、はい、T13 でもラムネさえ飲めば、倒せることが分かったので、T14、やっぱ馬急ごうかなっていうふうに、思いました。今回の要塞ピラミッドも結局ね、強い騎兵が必要ということがね、強い騎兵を使わせようと運営がしてくるという状況にあるので、ちょっとね、T14 馬作んなきゃなっていう感じがしますね。はい、
ちょっと脱線しちゃいましたけれども、はい、ナポレオンイベントに戻ります。よいしょ。はい、ということで、エジプトへの遠征ですね。10回、なるべくレベル4以上を殴りましょう。で、レベルレベル5については倒せない場合は、ラリーを、セットしたり、まあ、情報共有するのも、いいと思います。チャレンジ回数がなくてもね、ラリーを設定してくれれば参加できるので、はい。ただ、ラリーはね、均等割じゃなくて戦力割なので、出してくれた人より、なんかあんまり、強すぎる部隊を出すっていうのは、ちょっとあんまり良くないかもしれないので、お気をつけくださいというところです。はい。ずっと喋ってて喉が渇いたんで、ちょっと待ってくださいね。本野井さん、ちなみに昨日の夕方に突然同盟建物、同盟資源地、遺跡が消えて占拠していた資源地も消えました。エボにやらかしたみたいで保証アイテムが届きましたが、何かシステム変えたのかもしれませんね。ありましたね。ありましたね。はい。昨日、6時半ぐらいですかね。夕方の18時半ぐらいになんかアップデート入ったなと思ったら、同盟の建物がなくなって、私、食料とか貯めてたんですけど、それがね、全部戻ってきてるっていうね、のがありましたね。なんかレベル5の要塞ピラミッドを共有している。なんだなんだ、ラリーを設定してくれるのか見てよ。はい。で、そうですね。これ多分全体で起こったみたいですよね。はい。私、久しぶりに、バットボタンを押した気がする。はい。このね、不具合ができたから、保証しますって言ってきたやつ、これね、多分いつもと全く同じなんですよ。だからね、このパッケージアイテム2倍クーポンとかね、なんかちょっと、イラッとしちゃいますよね。課金しろっていうのかみたいな、問題起こしといてみたいなね、そんな感じしちゃいますけど、多分これね、もう、このパターン、このセット、確かいつもと一緒なんで、はい、まあ、このね、不具合で、起きてごめんねって言って、そう、保証が来ましたね。遺跡と、食料を預けてた分、私も、もらえました。よかったよかった。はい、まあ、食料ね、別に私、食べられてないんですけど、これ、ボロ儲けで嬉しいんですが、もっとね、貯めてればよかったのに。お、レードが始まってる。わーい。わーい。でも、ちょっとあんまり参加するのは申し訳ないから、ちょっと減らして。ちょっと、気持ちこんぐらい。あ、なんかもう一個ある。もう一個ある、素敵。ちなみになんか、どれぐらいで参加しましょうルールみたいなのもしかしてできたりするかな。特にできてない。特にできてないんで普通に参加しよう。普通に参加しよう。ちょっと減らして参加しよう。あ、そういうことか。これぐらいで。はい。そう、同盟都市がね、なくなるってね、なんなんですかね。意味不明ですよね。なんか設定を変えたのかな。ヒカさん、遺跡参考群に入れたら遺跡消えて強制的に舞台に戻りましたが、最後まで掘り切った想定の石版が獲得しちゃいました。うはうは。いいですね。そのパターン。あれ、私もそのパターンだったかな。あ、でもどうだろう。50だから、なんかそうでもない気がする。私、もう遺跡、多分いくつかもう出しちゃってたんだよな。で、1個しか遺跡いなかった気がする。
帰ってくるのにね、なんか1日ワンデイ、ツーデイみたいになってたりとかして、加速使わないと戻ってこなかったのがね、ちょっとだるかったですよね。行軍加速もくれよっていうのをちょっと思いましたが、まあまあ、まあ補填がね、食料がとりあえず補填してくれてよかったなという感じです。さて、なんだっけな、そうだ、これね、もう話さなきゃいけないと思った、やってくれたな、エボニーのやつ。まず、どれからいこう。ナポレオンね。あのナポレオンしょぼいけどいいのかって思ったんですけど、そこはちゃんと、強いナポレオンを出しましたね。どれだ、名称召喚。これだ。はい。ヒカさん、参考軍で1250個ぐらいゲットしました。すごい。何それ。めっちゃウハウハ。いや、石板欲しい。それは半端じゃねえ。羨ましい。私1個で50しかもらえなかったんだけど、どういうことだ？どういう計算だ？ま、まあいいや。えっと、ナポレオンのね、プレミアムログインで、今日ね、10日間ログインして、このグローリーエピック歴史の名称の引換書っていうのを、これ、ね、皆さんもらったかなと思いますと。で、これがね、どこで使うかっていうと、歴史のね、名称召喚のところでね、こうナポレオンが、はい、かっこよくなったナポレオンがね、ゲットできるみたいですと。で、これがね、書いてあること強いんですよ。部隊を率いて攻撃する際に攻撃限定だけど騎兵が50%アップ。で、ドラゴンあるいは真珠をついてたら攻撃する際に、騎兵の防御力 HP がアップしますという風になっていますということで、騎兵推しですね。はい、まあ、覚醒がね、難しいプレミアム将軍なんですけれども。で、制約はまた後で見よう。で、名称スキンもね、今入ってますと。これね、名称スキン、なんか王冠をね、体感するやつみたいですけどね。これ私、頭抱えてるなんてこったいっていう絵文字を対応するんで、もうね、なんてこったいにしか見えないんですけど、はい、ナポレオンプライムというのが、ゲットできるみたいですということで、なんか騎兵、しっかり騎兵の能力でしたね。はい、ドラゴンついてる場合ですけど、騎兵の防御力プラ40とか書いてあってね、ぶっ壊れですね。はい。で、新しいシステム、ここでね、増えてます。制約っていうシステムですね。将軍のね、右下のボタンが増えてるっていうの皆さん気づいてたと思うんですけど、なんかどうやら、この制約のアイテムを使って、この制約ってやつをやると、ね、この、戦争制約、協力制約、平和制約みたいな、多分この持ってる将軍と、まあ、関係するやつが、関係するバフが、まあ追加されるみたいな感じのようですと。で、なんかレベルによってね、各名称のレベルアップ、限界突破強化によって強能力アップすることができますが書いてあるので、まあこの制約ってやるのをやるためには、特定の将軍を持っている必要があって、かつレベルを上げる必要があって、で強くなると、当該将軍だけじゃなくて、全体に訓練上限が上がるだとか、レイドに参加する騎兵の効力15%アップするとか、結構ね、えぐいことが書いてますね。研究と同じです。錠剤バフをゲットできるっていうね、謎の新しいシステムが始まりましたと。で、これのえぐいところは、私、ナポレオンね、捨てたんですよ、確か。捨てたは正確ではない。捨てたは正確ではない。私、かけらにしたはずなんだよね、かけら。あー、よかった、かけらでいた。よかった。よかった、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 よかった。かけらでいた、かけらでいた。はい、これ、持ってたけど、かけらにしてたら光ってないんですよ。これどういうことかっていうと、きっと、この将軍全部持ってろよっていうことですよね。これね、えぐいですよね。
スールトとかは使うけど、この古いナポレオンなんて使わないじゃないですか。これ、私、かけら持ってるからいいですけど、かけらにもせず、こんなん絶対使わねえよって捨てた方、多分いると思うんですよ。これ、取り直しを要求されますよね。これね、えぐいなと思います。はい。で、今はね、多分ナポレオンしかこの制約っていう能力を持ってないんですけれども、今後増えるっぽいようなことが書かれてましたね。ちなみに、スールとが何て書かれてるんだろう。該当する将軍は名称制約機能を開始します。うん。ちょっとこれだけだとよくわかんないですね。新徳女王も開始するの本当にコスタンツァーさんは該当する将軍は制約がありません。これは示唆ですね。今後、この連携対象になりうるんでしょうね。うん。はい。ということで、新しいシステムが増えていくようなんですけれども、この新しいシステムがそのまま、将軍枠をめちゃくちゃ要求するシステムになってて、これめっちゃ辛くねえかなーって思ってます。はい。まさかの機能でしたね、制約。はい。ということで、吉部さん、ナポレオン持ってないです。どこでゲットできますか？はい。これです。プレミアムログインで、ゲットしたこのグローリーエピック歴史の名称の機械書ですね。こっちから進んでもいいや。こっちのグローリーエピック歴史の名称の機械書、多分これもらってると思います。これ使用すると結局この場所に行き着くんですよね。で、ここで、この引き換え書を使って召喚ってやると、運が良ければ引けます。運が良ければ引けます。確率書いてあるかな。書いてある。はい。17.5% の確率で皆さんゲットができます。ただ、リクソンとか、レイモンド、ルイ9世とかも強いんで、私リクソン持ってるからリクソンもいらねえな。もう1体ぐらいはね、限界突破しやすいから助かるけど。はい。ここで運が良ければ引けます。運が悪いと、既存のやつになります。はい。17.5%。いや、吉部さん、運が良ければ泣きってなってますが、それはもう当然です。前のジェームズ・コンラットとかもそうだったと思うんですよ。配らないです。エボニーは配らないです。はい、もう課金してねって書いてあるんで、このね、引き換え書、1個は配ってくれるよ。そうじゃないやつは、このパッケージを買ってねって書いてあるんで。はい。ということで、せっかくなんで私、さあ、何が出るかな。お、テオドラだ。やった持ってなかった。2.5% 引きました。はい。でもね、テオドラね、今もう使わないんだよ。使わないんだよ、多分。でも、損しないからいいや。はい、私のナポレオンはテオドラでした。いや、テオドラね、普通に嬉しい。普通に嬉しい。将軍の伝統が埋まった。わーい。はい、OK です。はい、あとはね、ナポレオンの音も、このアンドレ君もね、めっちゃ強いんですよ、アンドレ君。アンドレ君めっちゃ強いんですよ。部隊を率いて参戦する際に騎兵の攻撃力が45%アップし、部隊定員が12%アップしますっていうね、これ強いですね。はい、で、彼もね、制約あるんですよ。これ意味がわからなくて、彼、ナポレオンの制約対象じゃなかった？破談なの？破談なの？破談なの？あれ、違う、こうじゃないわ。私ナポレオン持ってないから、ここから見るわけねえわ。ナポレオンの制約対象、そうだよね。やっぱりこれアンドレだよね。アンドレが、制約の対象になってるけれども、アンドレ自身も
制約を持ってるということですね。はい。まあ、能力もね、やっぱ強いですね。あ、でも、当該将軍のみ有効と全体的に有効のやつがちょっと違いがありますね。全体有効。攻撃時の騎兵の攻撃力10%アップ、全体有効とか、うん、めちゃくちゃ強いし、デバフもあるじゃん。何これ。よ。はい。この辺もね、これね、将軍たくさん持たなきゃいけないシステムなんですけど、これどういうことなんだろう。大丈夫かな。エボにやってんな。はい。とりあえずね、このイベントでは、アレクサンドラ、エレノア、クレス、アンドレっていう過去のね、イベントのピックアップ将軍がね、もらえるっぽいですね、このプール。これですね、栄光総帥の将軍の宝箱。はい。この4種類がもらえる宝箱が当たりますということで、これもね、イベント期間中に、合計30個ゲットできますという感じなので、私今、23個あるので10回募集2回やっちゃおう。頼む。はい、当然出ません。あー、でもね、鉄鉱石25嬉しい。はい、まあ当然出ないけれども、まあ鉄鉱石が嬉しい。はい、こんな感じで、これね、期間中に30個多分集めれると思いますので、皆さんしっかり忘れずに引きましょうっていうのと、このね、勲章なんですけど、この勲章自体は、このナポレオンの秘蔵引き換えの対象なんですよ。これね、帝国の CC イベントで抽選を行うことができますっていうことで、これでね、王冠1個で、10個、これ手に入るので、これワンチャン、狙うっていうことができるのでね、ぜひ、狙ってみてください。ジェム山分けはね、これは課金イベントです。この、花火を打ち上げれば開けるほど山分けの、分け前がもらえるかもみたいなやつですが、結局、このジェムを買って、なんか花火やりましょうみたいなやつですね。はい、ということで、私には関係なさそうでしたと。はい、そんな感じですかね。ナポレオン、これ、進んだかな。進んでない。もう全然進んでない。みんな頑張って、全サーバーの高係数上げてほしい。はい。で、このね、ジョセフィーヌ、この話をしなければいけない。さっき、ナポレオンは騎兵でしたよね。で、ピンクのドラゴンも騎兵なんですよ。はい。レイドに参加するとき、騎兵の攻力。で、この新しい魂の伴侶。これも、レイドに参加する騎兵の攻力、騎兵なんですよ。レイドの参加時の部隊の攻撃力ということで、まあ戦争もね、あると思うんですけども、まあ、モンハンとかにも使えるのかなっていう感じがしてますが、はい、このジョセフィーヌさんね、マジでやばい。マジでやばい。はい、ここじゃない、ここじゃない、ここじゃない。ここ。ナポレオンのパーティー。はい、ナポレオンのパーティーのケーキ5にいますね。はい。もうね、やってくれたよ。はい、無課金は、取れません。ジョセフィーヌさんは、課金してケーキをレベル5までなんか上げたら、もらえるっぽいですね。で、今回のね、このエスメラルダのホストダンスのイベントは、当然、交換対象に、ないということで、残念ながら、ジョセフィーヌとエスメラルダどっちにしようかなって昨日の JAL は悩んでいたんですけれども、何のことはない、選べませんでした。はい。なので、課金される方はね、ピンクのドラゴンと、このジョセフィーヌを、まあ、ゲットしていくことになるのかなと。ちなみに、このケーキのレベル5で、ジョセフィーヌ手に入りますし、レベル10で、この自主化とかいうやつが手に入って、あとこのナポレオンプライムのね、スキンが手に入るみたいですね。はい。ケーキ10個まで上げてねって書いてあります。はい。これがいくらかかるのかわからないんですけど、私は考えないことにしますということで、無課金的にはね、なんか、あんまりやることないんですよ。なんかいっぱいあるように見えるんですけども、いっぱいあるように見えるんですけど、
はい、これ、やってれば自然と集まるので、溜まったら引きましょうっていうだけですし、この控えストアのポイントも、まあ、20万が、ひとまず目安なんで、ここまで、なんか、10万まで多分、まあまあ、スルッといくような気がするので、まあ、20万までね、いけるかどうかっていうのを、ちゃんと忘れずに、ポイント見て、で、引き換えストアが、ちゃんと交換しきれれば OK です。で、まあ、このエジプトへの遠征、このね、蛮族みたいなイベントについては、この残りチャレンジ回数10回をしっかり、殴りましょうっていうのと、宝箱50個全部回収しましょうですと。あ、書き忘れた。このイベントね、蛮族とかピラミッドと全く一緒です。はい、この望遠鏡っていうのをゲットすると、同盟専用の要塞ピラミッドを出すことができます。はい。これ、どういうことかと言いますと、君主スコアランキング、最終的には札束合戦です。はい。ということで、なんだ、めっちゃ力入れすぎると後悔する可能性があるので気をつけてくださいっていうのと、石油王の方は金の力で、ねじ曲げることができるようになってますと、はい、いうことでございます。はい。なので、私は、特に頑張る気もなく、なんとか、最低限の努力で 5M、5億ポイントいきたいなと思っています。はい。そんなところですかね。で、対物同盟は、はい、まあ、専用のアイテムを使って、なんか出るモンスターっぽいので、これは私はまだ確認ができないんですけれども、まあ、バジリスクみたいなものですということなので、悩む必要はなさそうです。あと、ナポレオンの試験ですね。はい、これ、今日また初級試験3つ目になってて明日かな、リセット後の明日、また上級試験があるので、いろんなところでね、答えが公開されてたりするので、それを参考に、山分け参加できるといいのかなというところですね。私の知ってる限りでも、うちの同盟でも結構答えが出回ってた割には、1836人ぐらいしか確か、上級全問正解してなくて、なんか、エボニーって実はやってるプレイヤー少ないんじゃないかってね、ちょっと思っちゃいました。あとね、これわかんないのが、この境の宝探し、これなんだよな。ちょっと待ってくださいね。私、これを完了して45達成しようと思ってたんだ。スピードアップ使おう、スピードアップ。スピードアップ使おう、スピードアップ。はい、達成する。達成すると活躍度が145に行く。はい、145に行って、とりあえず。えブーティカもらった。何これ、嬉しい。限界突破しよう。まあいいや。まあいいや、まあいいや。素晴らしい。この境の宝探しっていうイベントがね、これが全く分かってないです。はい、これ、スマホで始めた時に、なんか、エフェクト出てたんですけど、あれも結局意味が分からなくて、とりあえず、日々の活躍度110と145の時に、1個と2個もらえて、毎日3つ手に入りますということで、期間でこの33個の望遠鏡が多分手に入りますと。で、本日の残り贈呈回数、何これ何これ何これヘリテージを選択する。贈呈ジャーナル。助けを呼ぶ。まずはヘルプスヘリテージ。意味わかんないですね。イベント期間中、宝探しの巻物を使用してヘリテージを探すことができます。発見されたヘリテージがバッグに保管されます。バッグに保管されます。ヘリテージとは、イベント、期間内に使わないと埃まみれの巻物に変換しますということでしょぼくなるから気をつけてねと。で、ヘリテージ4種類があるっていうのはこの4種類ですね。この剣みたいなやつと、コップみたいなやつと、まあ、服みたいなやつと、王冠と。はい。で、で、しかもレベルがありますと。この種類とレベルがあって、これも何これ
ヘリテージマーケット。で、2つの同じヘリテージを同じセルにドラッグして対応する高いレベルのヘリテージに構成。ヘリテージがレベル4に達した後にバックからされます。ヘリテージマーケットでレベル4のヘリテージの様々な組み合わせを使用して多様なレアリワードと控えられます。送り画面で同盟メンバーにヘルプを要請することが、レベル1のヘリテージを送ることができます。境への最初の一歩と宝探しの達人2つのものにそれぞれ消費や効果が異なり、1回イベントが発生する確率があります。はい、信じられないほどわけわかんないですね。信じられないほど意味不明ですね。こてつ券 23.23.5、23.5。なんかもっといろんなのがもらえる可能性がある宝探しの達人。一つのレベル1のヘリテージをランダムで書く。一つのヘリテージをランダムで書くと作る。高レベルのやつをもらえる可能性があるのがこの宝探しの達人ってやつなんだ。はい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 。これが、なんかやっちゃった。はいはい。これを押すと、1個消費して、今宝が出てきましたと。で、これは宝探しの巻物が足りません。獲得しに行きます。なるほどね。はい、ここの、左右があった。境への最初の一歩。一つ、必ずレベル1のやつを1個ランダムで獲得できるものか、何でもいいから1個ゲットできるけど、4つ消費する。っていう、こういうことなのね。で、これに対して、送りますってのは、ヘルプ要請した後に変更不可。これ、くださいってなってんのか。なるほどね。でもこれ、なんか、ただで送るの、どういうことなんだろう。なんか、ようわからんな。はい。まあちょっと、よくわからないんですけれども、よくわからないんですけど、一回、スルーして、このアイテムをたくさん集めると、なんかリワードと交換できますねっていうのがここに書かれていて、はい。レアリティが高くなったり、条件が厳しくなると、より良いものと交換できますという感じか。非常に分かりづらいですが、まあ、あれですね。よく、コンパスみたいなイベント、掘り進んでいくイベントに近いような感じ。それの違うパターンみたいな感じがしますね。この送りますの仕組みがよくわからないや。これ、気軽に送りづらいと思うんだけど、むしろ、くださいっていうのはどうすればいいんだろうっていう感じなんだけど。助けを呼ぶ。なるほどね。欲しいものをこれで選択しとけばいいのか。王冠助けを呼ぶってやると、こうなるのね。なるほど、なるほど。で、王冠が持ってる人がいて、余ってる人がいたらくれるかもしれないの。くれないでしょう。はい、不思議なイベントです。はい、まあ、期間中ね、この望遠鏡、宝探しの巻物か、これが1日3つ手に入ると思うので、レベル1、絶対レベル1ゲットするマンか、何かしらいいのをゲットするかもしれないマン、どっちがいいかっていうのを、やっていくということですね。はい、ちょっと難しいんじゃないかなと思います。これ4選ぶより1で愚直に合成した方が強いんじゃないのかな。まあ、これは時間が進まないと分かんないと思うので、火曜日、次の、ね、配信の時にちょっと見ていこうと思います。で、同盟総動員が、始まりますのところはまあいいかな。はい、あと、幸運の対象ですね。これ忘れずに、皆さんお気をつけください。必ずね、1回1個ゲットできます。あとは、145点達成するとね、もらえるということで。はい、これね、3日間しかないんですよ。金、土、日で終わっちゃうんで、しっかり回転させておいて。で、前回、このコイン、消えなかったみたいなんですけど、一応、アイテムの記載的には消えるって書いてあるので、もう忘れずに引き換えるのがいいのかなと思いつつ、私ちょっとカエサル欲しいから、貯めるかどうかをちょっと悩んでます。
はい。はい、ということで、このまたね、スロットイベント来ました。今後も来るっぽいですね。はい、文明の旅はいつも通りなので、まあ別にいいか。はい。あとね、今回のイベントで、これ話さなきゃいけなかった。これ、早めに言わないといけない。文明の夜景。これ、皆さん見ましたこれ、一番下。行軍がもらえます。使用すると、行軍エフェクト、ボナパルトのなんちゃら体が利用できますということで、今回の文明の夜明けはね、行軍、なかなかもらえない行軍が、確実にもらえるイベントとなっているので、皆さん、頑張ってね、クリアを、目指しましょうというところ。この中で特に難しいのが、同盟の一番下にある、一番下から2番目にある、この闇市でアイテム200個獲得購入する。これかなり大変なので、意識的にね、ジェムを闇市で使っていかないと、達成できないと思うので、皆さんお気をつけください。はい。一応ね、クエストは、過去のものとほぼほぼ一緒だったかなという感じなので、目新しいことはないと思います。私もね、もともと、この離脱兵とか、蘇生がね、いつもあるので、蘇生だけもう準備してたのかな。前の蛮族の時にね、わざと、生贄に捧げて、T1 の兵士をね、生贄に捧げてたんで、はい、蘇生します。はい。これね、もうこういうね、来るのが分かってるイベントはね、もう先に準備しとくですね。後で離脱兵もやらなきゃいけないですけども、はい。めんどくさい蘇生はこれで完了ですと。わーい。はい。そのところで、この文明の夜景イベントね、行軍がもらえるっていう、なかなかないイベントなので、これ皆さんね、忘れずに、行軍欲しい方は、狙うといいのかなと。無課金でもできるような内容になっていると思います。はい。で、あとはね、実績のところがね、今回、やっぱり増えてましたね。この限定のところに、ナポレオン系の、やつが増えてます。はい、ナポレオンプライムをゲットするとか、アンドレゲットするとか、ジョセフィーヌ解禁する、ノートルダム大聖堂、はい、これはね、理想の庭のやつかな。ほいほいほい。文明の旅か。文明の旅でね、はい、増えてるこのノートルダムの大聖堂、これをゲットするっていうのが、実績として増えていて、で、この帝国の栄光、はい、これもね、いつも通りのやつですね。もらったやつを強くしたら解禁されるやつになってますと。はい。で、お城の飾り、ボナパルトの城。これね、これクソ大変だったはずなんだよな。これ、ボナパルトの城って、確かこのナポレオン秘蔵の、ランキング上位報酬じゃなかったっけな。うん、やっぱり。はい。たくさん課金して、このランキングに、入ると、このボナパルトの城がね、ゲットできますというね、なかなかえぐい実績が用意されましたね。はい。私には関係ないんで、皆さん頑張ってくださいというところで。はい。そんなところかな。で、はい、あとは、そう、本能寺さんでコメントしてくださいましたが、今回消費支援還元がスピードアップと資源両方来るのはありがたいけど、十分間に合わなそうで辛いですということで、はい、そうですね、これ、消費還元イベント、ジェム、食材、木材、石材、鉱石、スピードアップ、建設、回復スピードということで、はい、前ね、私、計35にしたときに予想した通り、やっぱり来ましたね。資源とスピードアップ両方のやつ。はい、ただね、これね、そう、私もね、10B は厳しいんですよね。はい、これ、これ、通常は、今ちょっとスライド出したんですけど、スピードと資源、スピード資源が交互ですよね。これがいつものやつです。で、
前に一度あったやつ。前、4月だったかな？ 4 月か。7月か8月ぐらいに、来た時は、スピードのイベントがあって、その後に資源とスピード同時のやつがあって、で、スピードあってっていう、また通常進行に戻ったんですよ。ただ今回は、直前が資源で、今回資源とスピードアップじゃないですか。もう資源、私 10B ギリギリで達成してるからもう無理なんですよ。もうね、ストックがなくて、5B は全然達成できるんですけど、10B きっちいなって思ってますと、どれか1個特化すればもしかしたらできるかもしれないなぐらいに考えていますと。で、考えなきゃいけないのは、次何来るかなんですよね。はい。これね、これも本当に重要なところ。単純な、パターンで行くなら、資源還元イベント、通常はスピードアップイベントにもかかわらず、資源とスピード両方来ました。その次やっぱり結局資源だよね、みたいな感じで、また資源イベントが連続してくる。資源イベント3連続パターンが、通常のサイクル的に来るなら、このパターン1なんですけど、もしかしてこのパターン2が来るかどうか。資源が来て、今回資源とスピードなんだけど、次はスピードが来るみたいなね、この、ね、パターン1になるのかパターン2になるのか、これがね、どっちかをね、すごく悩ましくて、パターン2になるぐらいだったら、気合で 10B を達成しようと思うんですよ。でも、パターン1で資源の還元イベントが連続してくるんだったら、今回は 5B で抑えて、むしろ次の資源還元イベント 10B 達成に向けての貯めるターンにして、ここでね、次の長期イベントの時に、また資源を 10B 達成すれば全然十分なんですよ。っていうね、これね、どっちが来るか。パターン1、パターン2、どっち来るかな。そう、これがね、悩ましいですね。このね、イベント自体は非常に嬉しいです。めちゃくちゃね、リソース増えるし、そのリソースをね、しっかり使って、それでの還元も得られるし、ということでね、エボニーはちゃんと城を上げろよっていうメッセージがね、めっちゃ伝わってきますね。はい、やるんだけど、はい、ちょっとね、10B、一応計算をして、基本的には私はこのパターン1、この絵で入れると書いてあるところの真ん中のパターン1、この次のイベントもサイクル的に資源還元イベントが来ると信じて、今回は 5B でストップさせつつ、アイテムは4個玉貯めて、次に 10B。可能であれば鉱石 20B 達成を目指す。っていうのをね、ちょっと考えてます。はい。これね、ほんとね、重要ですね。いやー、どうなるか。嬉しい話なんですけどね、資源とスピードアップ両方食うのは、非常に、良い話なので、あれなんですけど、次回ね、何来るかっていうところがね、とても、悩ましいところですね。はい、そう、この話をしたかった、そういえば、そうそう。ありがとうございます。さてさて。あ、やったー。やっぱね、セットしてくれた方がね、強いからね、レベル5要塞ピラミッド出したけど、負傷ゼロで済んでますね。やった。はい、そんなところで、いろいろ話をしてきたんですけれども、結局、来週の火曜日もまた話をしていこうかなと思ってはいるので、サクッとのつもりだったんですけど、余裕でもうすでに1時間半かかっちゃってるんで、ちょっとあれなんですけれども、重要なところを最後に、おさらいをして、今回の配信はおしまいにしようかと思います。
はい、まずね、ナポレオンイベント、いつもと違ってピラミッドがありません。その代わりに、このエジプトへの遠征っていうイベントで、要塞ピラミッドというものが出るようになっていて、これは、モンハンみたいな感じ。じゃあ要塞ピラミッドを一回殴ってから終わろうと思ったんだ。バブルが切れるかどうか検証してからおしまいにしようと思ったんです。今、停戦協定貼ってバブルが貼ってある状態です。この状態でレベル4を探します。見つかんなかったら放送事故になります。あるかなあるかな。レベル3上級珍品箱があったらそれを探しに行こう。なんか情報ある？ない。めっちゃくしゃみが出てしまった。はい。最後ね、ピラミッドを殴って、ピラミッドを殴るんですけど、要塞ピラミッドを殴るんですけど、さすがにレベル、レベル4以上、ちょっとレベル3以下は殴りたくないので、レベル4以上探して見つけたら、それを殴っておしまいにしたい。さあ、早く見つかってくれ。レベル1。まあ、なんかイベントが大量にあるようには見えるものの、その実そんなに、なんというか、毎日やんなきゃいけないことって多分あんまりなくて、通常のね、活躍度145、これはいつも通りね、重要なので、しっかり毎日活躍度145をやりましょうっていうのと、要塞ピラミッドのね、イベントだけ、しっかり頑張らなければいけないので、それ以外はね、特に毎日ノルマがないので、レベル3ピラミッド。レベル3ピラミッド、私はいらんけど共有はしておこう。レベル2ピラミッド。レベル2ピラミッドはさすがに共有してもしょうがねえな。うーん。通常の、蛮族とかピラミッドと同じような、湧き方をするのかなと思ってるんですけれども、まあ、レベル2。まあ、この周辺にないあるんじゃないかな。この別のレベルのやつも。ないかなないかな。なさそうだな。ちなみに私、この直前の資源還元イベントで、本当は城壁を上げたかったんですけど、わーい。上級レベル3。もらいに行こう。物資はいらない。軍と、珍品。そう、やれなかったんですよ。資源が 10B 到達しちゃったんで、あ、レベル4見つけました。はい、オッケー。レベル4殴ってみようと思います。今私はバブルの状態になってます。で、まるで、戦争みたいな表記なんですけど、これがどうなるのかをやっていこうと思います。私のモンハン部隊でね、殴れば、まあ、倒せると思うので、普通に殴ります。GO！お、なんか、表記上は、お外れないじゃん、外れない、外れない。オッケー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 、やった。はい、レベル4の要塞ピラミッド、バブルがある状態で殴りましたけれども、バブル外れないですね。ということで、SVS 中も安心してやれます。ということで、10日間フルでやれますね。やったぜ。そう、これをね、今日確認したかったんだ。はい、ということで、皆さんもね、戦争、SVS の戦争中もやれそうですと。まあ、今ね、キルイベントのもしかしたらサーバーもあるかもしれないんですけど、バブルしながらもやれそうなので、よかったですね。はい。ということで、まあ、10日間でね、しっかり、皆さん、ポイントを集めて、
ちょっと大変なものの、もしね、ラリーとか、同盟でラリーとかを組んでもらえるような感じであれば、なんとか 5M、5M じゃない、5億ポイント、達成できるかなと思います。まあ、簡単とは言わないですが、レベル4以上は攻略ができて、かつレベル5をラリーで攻略できる前提なんですけども、なんとか、ポイント稼げるんじゃないかという、感じになってます。はい。なので、残りチャレンジ回数、これね、必ず10回使い切ることと、宝箱、毎日50個ゲットするっていうところ、これをね、忘れずに。私、あと6回だ、今日。はい。もう物資箱は取る気がありません。はい。これを忘れずにプレイしてもらえればいいのかなと思います。はい。ということで、もう一度、振り返りというか、今回のイベントで、重要なところをもう一回おさらいします。目玉のね、はい、ドラゴンのこのピンクのドラゴンと、ジョセフィーヌさん。はい、この、ジョゼフィーヌか。はい。この、2種は課金です。はい。課金イベントです。はい。ジョゼフィーヌさんは、この、ケーキイベントですね。よくあるケーキイベントの、レベル5にすることで、ゲットすることができます。まあ、しばらく経ったら、まあ、無課金でも交換対象出てくるのかもしれないですが、まあ、そこはわからないです。で、このね、この青いドラゴンの剣もあるので、もしかしたら一生取れないかもしれません。はい。ので、後悔がないように、取りたいって思う方は、まあ、ちょっと課金なのかもしれない。ただ、お高いはずです。はい。ピンクのドラゴンをゲットする方法は、ナポレオンの伝説の、このナポレオンの秘蔵のとこで、この引き換えストアですね、ナポレオンコインを、800個集めることで、この竜門と交換できて、ゲットができます。はい、それ以外の、ね、方は、普通に活躍度で集めることができますし、このナポレオンコインナポレオンの銀貨ですね。銀貨も通常のプレイで十分集まるものだと思いますので、まあ、忘れずにリワード引き換えましょうと。はい。で、この、功績ポイントについては、20万ポイントが一種のライン、一つのラインだと思います。ここを目指して頑張っていっていただき、まあ、それ以上は基本的には課金じゃないといけないかなと思います。はい。竜門とかを狙う方はね、こういったところ、37.5M あたりを狙っていくのかなっていう感じがします。はい。あとね、これ、ナポレオンの生徒っていうイベントですかね。これ、結局、サブアカ含め、全アカウントで、100個、ぶっ放してくれないと、多分、リワードもらえないので、もしね、サブアカ複数お持ちの方は、これを、プレイして、みんなで、ポイントもらいましょうというところですかね。はい、ここでもらった王冠は、はい、この一番下で交換することができるようになってます。はい、この交換チャンス的にも、多分1人、1個とか、まあ、課金でもうちょっと手に入るかもしれないけれど、みたいな感じな気がするんだよな。うん。これ毎日なのかな？毎日じゃないと思うんだよな。まあまあまあ、もしかしたら毎日かもしれないんでね、今日忘れずに、リセット入るまでにね、ぶっ放しておいてもらえるといいのかなと思います。はい。それ以外のところはね、はい、通常のプレイで、ゲットできるので、ここからイベントのページに飛べるっていうことをね、しっかり覚えてもらえれば大丈夫かなと思います。はい。で、あとはこの、境の宝探しってやつですね。これは、ちょっと、よくわからないので、もう少し、進んでからですね、火曜日の配信で、やろうかなと思いますが、まあ、基本的には、分かりづらいんですけど、この一番下のところでね、この左右選べるので、確定レベル1だけど、1個ゲットできるのか、4個一気に消費するけど、高レベルをいきなりゲットできる可能性がある方に行くのか、このどっちかみたいなね、選んでやるみたいですね。はい、ちょっと、これについてはよくわからないです。数がもうちょっと増えたら、いろんなものを試してやってみようかなというところです。はい、毎日文明の旅1回無料でできるのでお忘れなく、はい、このモイラの織機、まあ、スロットですね。はい、これも、これはもう、
火曜日を待つことなく、金土日で終わっちゃうので、これ忘れずにね、ポイントを使ったりしましょう。はい、それ以外のところは特に、特筆すべきところはないかなと思います。まあ、文明の夜明けか。文明の夜明け、最後はもらえるのが行軍になっているので、これが欲しい方は、しっかりね、計画的に闇市で購入していく必要があるかなというところです。はい。で、一番最後。超重要なのが、この帝国への貢献リターン。いつものね、名前が違うので気をつけてください。帝国への貢献リターンという名前になってますが、要は、食料とスピード資源の還元イベントが、同時に来たってやつです。はい、資源の還元イベントを連続してきている状況なので、皆さん多分大変かなと思いますのでね、次、どっち来るか。私はまた資源の消費が来るんじゃないかなと思ってるけど、もちろん違う可能性もあるので、皆さんね、後悔のないように、進めていただけたらと思います。はい。そんなところですね。超お得な育成機の試練もね、来てるんで、お忘れなくやっていきましょう。はい。ということで、最後に、ギフトコード、なんか、ギフトコードが、X のポストで、出てたので、これをね、出して終わりにしようかなと思います。この、設定のね、引き換えっていうところでコード入力をすればもらえていて、一番上のやつはね、ちょっと前、1週間ぐらい前かなに出てたやつです。私はもうね、これもらってるんですよ。で、エボニーセブンス。これがね、今日からのやつだと思います。はい、引き換え完了しました。こんな感じでもらえます。ということでね、忘れずに皆さん、引き換えてもらって。さあ、これ何がもらえるんだろう。このアイテムを見ておしまいにしよう。シニアギフトパッケージ。あ、強化石、命の源。いいですね。もう一つはアレースの地や、ゴールド。いいですね。やったぜ。あ、これ開けてなかった。ナポレオンコラボギフトボックス。これ開けて終わりにします。ちょっと待ってよ。あ、そうだね。はい、どれかが入ってるということで、18.87% でルーンストーン、1.89% で合計ジェム。はい、この中で私が欲しいのは、固形ジェムとルーンストーンですね。はい、いただきます。はい、1M ゴールド。外れ。はい、OK です。はい、そんなところで、今日の配信はこんな感じで、突発だったんですけれどね、皆さん、たくさんご視聴いただきありがとうございました。コメントもありがとうございます。また、来週のね、火曜日に、イベントの途中のところで、配信をしようと思ってますので、よかったらご覧いただけたらと思います。はい。そんなところで、よいしょ。はい、スケジュールですね。これスケジュール、ピラミッド来ると思ったんですけど、違いましたね。はい、ナポレオンイベントと、伴侶のね、イベントが来るのはね、合ってたんですけれども、ちょっと外しちゃいました。はい。ではでは、今日の、突発エボニープレイ配信はこれにて終了したいと思います。7周年イベントですね。今日から開始ということで、要塞ピラミッドのイベントね、多分大変だと思うので、みんな頑張っていきましょう。それでは、こんなところで、今日のところは、おしまいにしたいと思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価していただけますと幸いです。また次の配信でお会いしましょう。おつじゃる様でした。